ブース紹介レイブ D さんの方にやってまいりました。こんにちは。こんにちは。お待ちしておりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高平です。はい、よろしくお願いします。そうですね。まず軽く簡単に説明できるところからだと、こういうバッグとか、リポバッグ、あとこういうピットマットですね。こういうところ。これいいですよね。そうですね。革生地で、やっぱりピットはかっこよく、あとドリフトは見た目大事なんで、はい、その辺もこだわって作っております。わかりました。はい、刺繍で入れてます。このかっこいいピットマットね。はい。この革調のやつですよね。そうですね。うちもなるべくね見た目にこだわってやってはいきたいなという、なるべくそのレイブ D のうちのお客さんのファンの方たちがもう全部揃えたいなっていうようなものづくりっていうのを心がけてます。なるほど、素晴らしい。はい、じゃあ次の新製品はどれいきましょう。そうですね。このホイールですね。この辺はまだ完全にコンセプト商品っていうことになっておりまして。ちょっとこれはまだ来年になっちゃうんですけども、形状を含めていろいろうちもそろそろホイールとかあとボディとかもね、まだその辺は間に合ってないんですけど、その辺も企画しておりますので、もうぐいぐいきますね。いやいや、もうぐいぐいいっちゃいます。ぐいぐいいっちゃいます。はい、じゃああとはこのエアーム。はい。エアームって非常に難しい商品ではあるんですね。いろいろ調整できるがゆえに難しいんですけども、その辺も僕らもいろんなメーカーさんのエアームとかやって、例えばこういうところがあったらもっとお客さん楽だよねとか、今まではなかったよねっていうところをなるべく取り入れて、この辺もですね、今これは横間さんのサスマウントがついてるんですけども、それ以外は全部うちの商品になっておりまして、これショックターとか基本 MC1 用のエアームコンバっていうなるほど、ことになっております。MC1 持ってればこれ全然そうですね。はい。一応この辺のアッパーマウントも MC1 のここにつくようになっておりまして。なるほどなるほど。はい。でサスマウントのピンの軸上にちゃんとこのボールエンドがつくようになっておりまして、結構普通のエアームとかだとなかなか結構ねトウがバンプした時にすごい動いちゃうっていうのが、なかなか減らすのが難しいんですけども、この辺はうちはあんまりこのトウ変化を思いっきり使うっていうよりはなるべくトウ変化をしづらくてもちゃんとエアームとしての機能を果たせるように、取り付け位置、あとはナックルとかも全部新設計になっておりまして。ハブとアクセルが一体式になってまして、回転効率も全然いいし、特に最近 P タイルとかそういう滑る路面がすごく多いじゃないですか。でそういうところってちょっとしたフリクションとかもすごく走りに影響しちゃうんで、そういったフリクションもなるべく起こさないでスムーズに走れるように、そういうところに作ってます。なるほどなるほど。でここのハブのスペーサーは今うちで出てるこのフロントのアクセル、こちらのハブとかも使えるようになっておりますので、なのでこういうやつですよね。これですね。はい。これがここにこうやってつくようになってます。なるほど。でうちも一応このアクセルのラインナップとして、アルミとあと真鍮とこう2パターンあるので、それもリアによって走りでもうちょっとグリップ稼ぎたい方は真鍮使ったり、あとは軽快さが欲しいんだったらアルミ使っていただいたりっていうので選べるようにはなっております。これいつ頃ですか？これは多分あと2ヶ月ぐらいで。なるほど。はい。もうこれセットでっていう感じですよね。そうですね。エアームセットで、もちろんそれぞれの単体で売るので、例えば今エアーム使っててナックルとアクセルだけ、例えばレイブ D の使うとか、そういうのもできます。なるほど。はい。わかりました。次行きましょうか。そうですね。やっぱりあとはだいぶ皆さんにご好評いただいているこの MC1 ですね。はい。はい。はい、これはもう今うちの MC1 にレイブ D のそのオプションパーツがもうフルで入ってる状態のマシーンですね。これね。はい。アッパーアームとかこのナックルとかね、この辺とか全部このバンパーもついてます。そうですね。サスアーム類とかそういうのも全部。この前もYouTube の方を上げていただいてありがとうございます。詳しくはそちらの方をご覧ください。もううちのねYouTube よりもねよっぽど細かく載ってるんで。そうですか。はい、そちらの方見ていただいた方が。でもやっぱりメーカーの人がこうっていうのも大事なんですけど、お客さんがこうやってもらってどうっていうのが一番他のお客さんに響くので、やっぱりそういう動画を見ていただくのが一番リアルかなと思います。もうちょっと買ってね、実際どうだっていうのを見たかったんで。なるほどですね。
でももうとっとと組んでこんな感じっていうのも分かれば。ありがとうございます。だいぶセッティングの方もね仕上がってきてるはずなんで。本当です。はい、了解です。走らなかったら連絡しますもん。了解です。送って RC してください。了解です。なんかある？そうですね。まあ基本的にこの辺はまあ従来の今出てるオプションパーツで、そうですよね。まあ出てるので新しいので言うとこのフロントの R チューンスプリングっていう、割と硬いんですよ、かなり。ですよね。はい。お客さん持ってて結構硬いなと思ってね。そうですね。ただ、結局今って切れ角を上げるために割とサスアームの中にダンパーのポジションが割とこう内側に取り付けるケースが多いので、割とスプリング硬くても柔らかく使えるんですよ。なるほど。なのでやっぱり特に P タイルとか、まあカラコンとかもそうなんですけど、あんまり今って動きすぎる足っていうよりは割としっかりした足で面圧を稼いでグリップを稼ぐっていうのが去年、今年ぐらいからかな、徐々に切り替わってきてるので、実写とかもそうなんですけど、そういうのもあるので、それに向けて今回は上級者向けっていう形で、フロントとかがグリップ上がると簡単か難しいかでいうと、やっぱり初心者の方には難しいんですよ。ただ上級者の方にはリアのトラクションとか上げていった中で足りないフロントをこういうバネで補うっていう形で出しております。なのでオールラウンドな皆さんに使っていただくのは従来のこのフロントスプリングですし、例えばこういうコンペティションみたいな、で特にカーペットってフロントがグリップしづらいんです、だそういう時とかにもフロントのグリップを持たせられるように今回この R チューンスプリングっていうのを作りました。なるほど。なるほど。そういうことだったんですよね。そうですね。なので上級者向けっていう形で言ったし、RCDC に間に合わせたかったので、吉羽隼人とかを筆頭に僕らで開発したんですけど、P タイルとかそういうのでもかなり評判が良くて、今出てるこの全ラインナップのスプリングの中で一番売れてる商品かなって思います。今の説明聞いてやっとよく分かりました。本当ですか？お客さんが持ってて硬いとか言ってたんだけど、どういうことなのかなと思ってて、今高弘君から説明聞いてなるほどと納得しました。本来だったらこのスプリングの使い方だったりとかっていうのもっと詳しい動画とかやりたかったんですけど、ちょっとね MC1 の方が、今回の間に合わせたりとかそういうのでかなりいろいろ忙しくて、ちょっとこの辺がおろそかになってしまったんですけど、その中で並行してこの辺は作りました。出荷大変だったですよね。大変でした。写真見てびっくりしました。こんなに作ったのバーって塊があった裏にもまたああいうのがあって。マジっすか？大変でした。大変ですよね。あといろんな人のね、海外とかのフェイスブックやいろんなやつとか見ると、トップドライバーがことごとくこれ使ってるよね今。ありがたいですね。やっぱりうちとしても、初中級者の方にも扱ってもらうのはすごく嬉しいんですけど、やっぱりそのコンペティションモデルっていう形で売ってるので、そういった上級者の方たちに使ってもらえるっていうのは僕らとしては狙い通りというか嬉しい限り。なるほどね。了解です。あと先ほど言ったフロントナックル、アクスルセット、リアルアームね。で超軽量フロントバンパーとフロントのロアームっていうふうでこの皿ですよね。そうですね。リテーナーなんかもかなり結構ご好評いただいてて、かなり数の方は出てます。この皿の形状っていうのはガボって捕まえるじゃないですか。これは何か目的があって、やっぱりスプリングのガタを抑えて、なるべくサスペンションの動きを良くする。そこで力を逃がさないように。逃がさないってことね。あとはそれこそ最近だと RCDC とかでリアの重量のレギュレーションとかがあって、リアをすごい軽量化から、少し重くしていくっていう傾向とかで、プリロードをいっぱいかけないといけない。でもそうするとスプリングのポジションが下に下がっちゃって、いいロールが生まれないんで、そういう時とか用に6ミリアップだったりとか、そういうアップリテーナー。なるほどね。であとは形状的にもすごい軽量してるのは、やっぱりバネ下の荷重を落とすことによって、サスの動きをなるべく動きやすくして、この辺もねめちゃくちゃこだわってるんですよ。もうギリギリまで軽く作ってます。これね結構ね使ってます。ありがたいですね。お客様の中だとアジャスタブルにすればいいじゃない、要はダイヤルで調整下からできればいいじゃないってなるんですけど、
実際試したんですけど重くなっちゃって性能的に良くなかったんですよ。やっぱりその性能を突き詰めていくとこういう形になったってことですね。そうですね、はい、なのでお客様の中ではいろんな例えば2ミリ出た後に4ミリ6ミリで出て大変かもしれないですけど、一応うちとしてもアジャスタブルはそういう意味であえて出してない。なるほどね、はい、了解です。あとこちらね、はい、一番最初に出たそうですね、大人気サーボ。ありがたいです、多分ね去年、動画撮ってもらった時は本当にねサーボとバッテリーとなんか本当にナックルとかそれぐらいしかなかった。そうですね、あとこれの参考出品ね。そうですね、はい、そこからしてみたらかなり商品ラインナップはまあこれでもね本当に売れ筋の商品だけを展示してあるので、はい、バッテリーもね今こうやって出てる。そうですね、バッテリーもこっちが新製品のレーシングスペックの厚型のバッテリーになってます。なるほど。これはちょっと長い時間走りたい人とかそういう向け。そうですね、あとはそれこそ RCDC のレギュレーションでリアを重くしなきゃいけないっていうところで、はい、どうせ重くするんだったらカーペットってやっぱパワー上げて負荷がかかるので、そういう時にもやっぱり大容量の方がピークパワーでからの落ち込みが少ないんで、せっかく重くするんだったらこういう大きいバッテリーで重くして、容量も余裕があってって方がいいです。今回、こちらもかなり急遽っていう形で出した感じです。はい、なるほど。でこのね、そうですね、おしゃれなやつ、ね、はい、みんな結構つけてる人多いな。そうですね、はい、通常のね、例えばプログラムサーボとかだと大体1万円超えるぐらいなんですけど、まあ一応うちのだとサーボとプレートつけて大体7000円とか8000円ぐらいで、まあフルアルミケース。そう、今回これ最初にこれ出した時も結局もう全部アルミ、フルアルミにすればよかったじゃんって言われたんですけども、実際僕らがこの金額で出した理由としては肉取りをなるべく手軽にハンチングとかも出づらくやりやすいようにっていうので、これはねどっちかっていうと本当に売上動向とか儲け動向っていうよりはどっちかっていうとその肉取りの発展のために入り口ですよね。スキーをね、一応ここにも RWD ドリフトスターティングスペックってなってるんで。本当気づかなかった。はい、そうなんですよ。スタートの ST なんですよ、スターティングの。なるほど、そういうことね、これ。はい、RSST。そう、レーブ D のサーボで、スターティングスペックっていう意味で。そういうことなんだ。そうなんですよ。何の略なのかな、ずっと。一応ね、こうちっちゃく書いてある。なるほど、なるほど。これね、本当いいですよ。初心者の人ね、金額とかなんでね、選ぶ人もこれ一択だと思いますね、最初。そうですね、ありがたいです。で、うちも今これからまたジャイロとかね、その辺とかもいろいろ考えて今やっておりますんで。じゃあ盛りだくさんじゃないですか。そうですね、まだまだ止まらないですよ、うちは。また何かあったらよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。